皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性と有用性を啓蒙する動画を配信しています。現在、直行線点法について説明しています。直行線点法では、微分方程式の定義域内に設定した線点において数値解を計算します。この数値解の精度は、当然、線点の数が多いほど高くなります。一方、線点数を少なくして解析を行えば、検討しているシステムの特徴を簡単に明らかにすることができる場合があります。そこで今回は、この直行線点法の利点について説明します。直行線点法利用における利点の一つは、定時の級数近似においても高い精度で数値解が得られることです。このことを利用し、内部線点の数 n を1個として設定した直行線点方程式を使い、解の個数を推定することができます。今回利用する例は、多項性単体粒子内に固定化された構素による反応です。無次元化した微分方程式は、1式により与えられます。また、境界条件は2式と3式で与えられます。これらの式に対する線点方程式は4式と5式で表されます。簡単化するため、bi が無限大の時の境界条件を使います。この時、直行線点方程式の境界条件は6式となります。最初の反応速度式の例として、ミカエリス面点機構に従う交差反応の速度式を用います。その無次元式は7式で与えられます。今、単体粒子を9乗、すなわち g イコール3とします。また、内部線点数 n を1個とします。この時、線点は x1 イコール 0.65465、x2 イコール 1.0 と与えられ、線点乗数は b11 イコールマイナス 10.5、b12 イコール 10.5 となります。そこで、これらの値を4式5式へ適用すると、8式が得られます。8式は二次方程式であり、これを y1 について解くと9式を得ます。これを使うと、任意の仕入れモジュラス phi i の値において、単体内の1、x1 イコール 0.65465 での無次元基質濃度 y1 を計算することができます。この図は8式の左辺と右辺を y1 に対して示したものです。それぞれ破線と実線で示しています。図中の直線と曲線の交点は1箇所しかありません。これは本微分方程式にはどの phi i、ベータ b の組み合わせにおいても単回しかないことを意味します。phi i とベータ b の値により引かれた破線と実線の交点の横軸の値が線点 0.65465 における
y1 の値となります。このようにして決定される一次解は、例えば公示で表した直行線点方程式をニュートン・ラプソン法により解くときの初期値として使うことができます。また、触媒有効係数の大まかな値を知りたいときの初期値としても使うことができます。前の動画で示したガウス型数値積分に基づく関係式へ n イコール1の時の重み係数 W1 イコール 0.2333 W2 イコール 0.1 を適用すると、触媒有効係数の計算式が10式で与えられます。次の例は、不拮抗型阻害を伴うミカエリス面点式です。その無次元化した速度式は11式で与えられます。無次元阻害乗数ガンマを 0.05 とするとき、n イコール1の時の直行線点方程式は12式で与えられます。例えば、ミカエリス乗数を基準とする無次元基質濃度 βB を10と置き整理すると、12式は13式で表される3次方程式となります。すなわち、この反応システムの y1 には複数解が存在します。その判別式は次のように与えられます。これにより次のことがわかります。D が正のとき、3個の実根が存在します。D が0に等しいとき、2個の実根が存在します。D が負のとき、1個の実根が存在します。この図は βB イコール10、ガンマイコール 0.05 とするときの12式の左辺と右辺を y1 に対して示したものです。φi イコール30の時、直線と曲線が交わる点は1つしかなく、この場合の解は1個です。一方、φi イコール20の時には3つの交点があり、これより3個の解が存在することがわかります。同時に、交点の軸からそれらの大まかな値がわかります。これらの値を公示の直行線点方程式の初期値として使えば、ニュートン・ラプソン法を用いる収束計算法により、正しい解を迅速に求めることができます。以上述べた図解法は、直行線点法による数値解が線点がわずか1個の時でも真の解に近い値で与えられることを利用しています。反応システムが複雑である場合、このような解析を含めることにより、論文の評価が高くなると思います。皆さんも試してみてください。本日のお話はこれで終わりです。それでは次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。